堀本春野さん当時16歳、爆心地から2.7キロの広島電鉄火星女学校の寮で朝食の最中被爆しました。堀本さんは被爆後復旧した一番電車に乗務しました。原爆で母親を亡くし、その後孤児として苦労しました。で堀本さんは当時は何をしてらっしゃったんですか？電鉄火星女学校の生徒だったんです。広島電鉄。はい。どうしてそこにいらしたんですか？父が早くに亡くなったもんで、それで母と2人だったんですけど、母に学校へ行くお金を出してくださいいうことが言いにくくって、電鉄の火星女学校いうのは自分で乗務したお金で、それで授業料なんかを払いながら行かれるいうことで、親に負担をかけんでいいいうことが一番嬉しかったんですよね。それで電鉄火星女学校に入ったんですけどね。じゃあ原爆が落ちた当時は学校にいらしたんですか？寮の方にね、南町2丁目でした。ガス会社のすぐ隣、専売局の間に挟まれてたんですけどね、川土手でね。その日はどんな様子でしたか？その日はね、たまたま私が8月5日が誕生日なんです。で母のところへね行くよって言うとったんです。で母も憲兵隊の寮の留守番してたもんで、なんやかんやちょっと闇物資がありましてね、で赤飯炊いて海苔でおむすびしておくからいうことを前の晩に電話ねしてきたんで、じゃあ行くね言うて言うとったんです。そしたら社会の先生がね、外出が多いといけんから自粛するようにってで明日になったらね、なんぼ早く行ってもいいから言うて言われたんが5日の晩じゃったんです。それで明日は行かれるからと思って喜んで、それで6日の朝食事中じゃったんですよね。原爆が落ちたんがね、窓がこう背中の方でねピカッと光って、背中の方いうのが専売局があったんですけどね、でピカッと光ったから、ガスの爆発かなんかかなと思ったんですよ、私はね。そしたらこう一瞬自分が歩いていったんでなしに吹き飛ばされたと思うんですけどね、出口の方でもうみんなこう我先に逃げましてね、で運動場へ出たら砂ぼこりでね、今度毒ガスかと思ったんですよね。ほんで寮の方へ行って濡れてんのくらい取ってこんといけんがと思ってみたら、寮がこう傾いてるんですよね。ほんでダメだと思ってすぐ防空壕へもうほんと我先に入りましたですね。それから今度赤松さん、私の旧姓ですけどね、頭から血が出よるって誰か言うてたからね、でこう手をやってみたらべっとり血がついてるんですよね。それでこれどうにかせんといけんがと思って血はちょっと派手ですからね、すぐに止まったんじゃあるんですけどね。でちょっとしてからほんと一瞬いうことないけどものの5分入っとったでしょうかね、みんなが逃げよう逃げよういうことになって、ほいで傾いとる寮の中へ物取りなんか入る人もあったんですけどね、私は今の怪我しとる方のこの手当てをせんといけんからと思って寮へ入りかけたタオルがあったんで、それをこう拭いたりなんかして、ほいたらみんながこう逃げようって言ってから、私も逃げ遅れたら一人ぼっちになるかなと思ってずっとみゆき橋の土手のところへね出て、ほいで逃げようと思ってひょっとこう寮の方向いたら、専売局の方がその時には手拭いを取りに入った時には煙は出てなかったのに、あそこの土手まで出たらバーッとものすごい猛火がね寮を襲ってたから、寮はきれいに焼けたと思いますけどね。ピカッと光ったのを見たっきりですか？そうです。あとは音はね意識がないんですよね。したんでしょうけどね、慌てとったんかどうか。逃げられる途中はどんな感じ？みゆき橋のところまで行ったらものすごいみゆき橋はまだどん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 人がこっち宇品の方ですよね、まだってきてんですよね。でまだその時にはやけどをした人いうのはまだあんまり見なんだように思うんですけどね、
早かったせいかどうか。そして今度みゆき橋のところ土手を県病院のところまで逃げたんです。それであそこの県病院まで行ったら寮の人が私たちは家帰るから言うてね、みんな島の出身の人でね帰られたんですよ。で私家政の生徒は私だけになりましてね、でどうしようかしらんとどっちに逃げようかしらん、みんな黄金座の方に逃げてんですよね。で私あっち行こうかしらんと思いながら何したら石田さんね、確か宮子さん言うて言うんじゃなかったかと思うんですがね、それがうつ伏せになってお母さんお母さん言って泣きよってんが県病院に前じゃったんですよ。それで私もそこしばらく座っとったけど泣くばっかりでなんか立つ勇気もなかったようですね、あの人もね。ほいでとにかく人の流れが黄金山の方や宇品の方行くから、宇品行ったら今度海になるから私も黄金山の方行こうと思ってちょっと行きかけたんですけどね、家政の生徒は井の口の実践女学校、今の鈴ヶ峰ですけどね、あそこが避難場所地って言うて決められてたんで、あそこ行かにゃいけんからと思って、それで帰ってきてまた石田さんのとこ座り込んだんですよね。ほいで誰か家政の生徒が今回しらん、この人私はよう連れていかんけどどうしようかしらんと思って迷いよったんですけども、やっぱりね我が身が可愛いんですよね。それを置いといて今度本社まで行きました。その時にはもうやけどの人やらね、頭はボーボーになって、そんなもう怪我人ばっかりでしたですよね。で本社まで行ったら誰も持ってないんです、本社に。それで机やらね残菜箱で切符の切ったね、もう一面に散らかってね。それでその中にちょうど私腰掛けてこう斜めになったようなのに座ってね待っとったんですけどね、その時は寂しいやら怖いやらね一人で。さあどのくらいのその時間の記憶因が私ようわからんのですけど、3時か4時ぐらい、4時か 5時ぐらいだったですかね。電車通りをずっとつとって井の口の実践女学校行ったんですけどね。で行く時にそこの相生橋の中の分ですよね、あそこの時計台ですけどね、今あそこが憲兵隊の寮になってましてね、旅館だったのを買収されたみたいなんですけどね、そこの留守番してたんで母が。ほいででそれをどうなっとるんか知らんと思いながらちょっと専攻科の人に待っとってもらって、あそこ走って中に渡ってきたんですけどね、一人も人影なかったです。あそこの相生橋渡ったすぐのところはね、慈善寺花って言うてたんかも分かりませんけどね。人がいないっていうのは火事になって、はい、まだくすぶってました。ほいで家も何にもなしに人は本当おりませんでしたね。みんな焼けちゃったんか逃げちゃったんかはい、確か4時過ぎぐらいだったろうと思いますけどね、全然人影はなかったです。もちろんお母さんもどこへ行かれたか。そうですね、で専攻科の人待たしても悪いからと思って一緒になってずっと逃げたんですけどね、一番初め怖かったのはね、高野橋まで来た時にね電車の架線がこう下へ落ちたんでね、足首をこう焼かれとってんですよ。ほんでこう座ったままこう後ろずつだりにね逃げようとしようってんですけどね、足首こうなっとるのここをこうきれいにね架線で切ってるからね、ここの裏の皮だけついてるんですよ。で足首がポトンとこうなってるんですよ。それを見た時私はもうよそをまっすぐ向いて逃げると思うんでね。男の人ですか？それは男じゃったか女じゃったかわからんのですけどね。それから本当よそ見んように逃げましたですからね。それでもやっぱり目に入ってくるのは電車の焼きがダートや水素に頭突っ込んどる人ね、そんなのがどうしても目に入りますよね。見んように見んようにって言いながらもね、あの時の気持ちは本当どう言ったらいいか分かりませんね。怖いような恐ろしいようなね、寂しいような。で今の電車がね東海市からまっすぐこう向けてあったんですよ。ほんで鉄橋が3つあったと思うんですけどね、その鉄橋の上を渡りながら、私水泳ができるからね落ちてもようよくわーいう気持ちでその鉄橋は恐ろしいことなかったんですけどね、
あれからずっと井の口まで逃げて、井の口行ったんがさ7時ぐらいじゃなかったでしょうかね。であの時井の口着いた時には本当に倒れ込むような格好でね、もう何が何でね、私は何にもいらん横になるよっていう空腹と一緒でね、あそこで講堂でね畳を横にしてみんなゴロ寝でね、で起きた時には火星の生徒が20人ぐらいじゃなかったかと思うんですけどね。で電鉄以外の人もね避難してこられて、もう怪我人ばっかりでしたね。でちょうど今田愛子さんって私と同じ同室の同級の生徒がねおられたんで、それはもう体中で斑点が出てこうポーッと膨れて、唇もみんなこう向けたように大きくなってね。やけどされたんですか？やけどはなかったです、今田さんには。斑点が出て。はい、斑点が出てね。ほいで頭冷やしてあげようと思ってね、髪がこうバラバラになってるでしょ。あれをこうタオルでこうしてやったらね、ずるっと抜けたんですよね。もう私なんか背中がサーブになってね、それからタオルをよう変えてあげんじゃったんですけどね。ほんで明けての日に朝起きた時にはもう死んでおられたです。だから今田さんは死ぬ、私は元気で一緒にこう並んで寝てたですよね、朝起きた時は。でかわいそうにね、海は広いな大きいなばっかりを繰り返しながらね、はい、お父さんお母さんと何とも言ってなかったですよ。ほいで松子の水言うんですか、あれ私が取ってあげましたよね。口が乾くだろうからと思ってこうね手でこうして濡らしてあげてね。で山裾の方で焼かれたと思いますけどね。で他の人たちも元気そうに見えた人がみんな偉いからいて横になっとってのが斑点が出はないるね。そうして腫れてくるしてから何でもなんか傷のない人はでも死んでる人が多かったですよね。あれは4、5日ぐらい1週間ぐらい経ってからでしょうかね、無傷の人がね。でもちろんやけどの人はものすごいかったですよ。みんな宇治川行ってね割り箸で取ってあげるのにね。で一周独特の匂いはしますしね、悲惨なもんでしたよ。ずっとそうやって実践で過ごされた、そこで過ごされた。はあ、そこに一応おったんですけどね、今乗務したりね、3日後に乗務しましたからね、電車の方に。じゃあ走り始めた最初の電車。そうです。で宮島の鯉のねあそこまで行ったら分かるけ、あそこまで行ってください、先生らも分からんから言ってほいであそこまで行ったら宮島線の人たちから私ら知らんのですよね、顔で市内電車の乗務に来ました言うて言ったら「おあんたか」言うてからでカバン渡されてね、切符もハサミもなかったように思うんですけどねほいではいほいで電車賃のない人はもらわんでもいいけんのって言われましたですよ。それはよう覚えてるんですけどね。まあ電車の中は暗い感じでしたよね。誰も話するもも何にもないね。で降りる時に本当に電車賃払えん人多かったです。そのように思います。まあ多分お金がなかったんでしょうね。でありがとうございましたありがとうございましたでね、すみません言うて言いながら降りてね。で私自身もねその下痢をしたんですよね。それやら親がおらんかったりなんやかんやでほんとよう乗務したなと思って今じゃ思いますけどね、乗務したんでなしに電車にすがっとったいうような感じですね。ほいで建物も天満町あたりはところどころあったように思うんですけど、大体焼け野原ですよね。ほいで死んだ人がね電車道いうことないけどちょっと離れた方にまだね転がったりしてましたね。それは原爆の何日後ですか？3日後になるんですけどね。やっぱり天満町の方ちょっと離れてるからこう収容するのが遅かったんかどうかね。じゃあまだそういう中を電車が走った。そうですね。今鯉からねこっちへ神谷町の方に向けてくる側の線をね天満町と鯉の間を往復したんですけどね。
母様はその後どうさあのね、で私の母はそこの原爆ドームの川一つ向こうですからね、全然何にもないんですよね。でまだ暑かったですよ、開けての日もね。手では触られんのんですよ。でタイルがねあったから、そのタイルで掘るもんも何も棒切れも何もないんですよね。でタイルを一つ拾ってこう掘ってみたけどね、15や16の女の子がねようなんですよね。今じゃあの時なして掘ってよう探さんかったかなと思って悔やまれますけどね。何しくほんと原爆ドームから川一つ離れたすぐですからね。で3階建てじゃったですからね、どうなったんかいまだに分かりませんですけどね。堀本さん、その後体の具合はいかが？ものすごいシラミが湧きましてね、頭こう解いたら髪毛も外抜けましたしね。それで歯を磨くと歯からこう血が出ますしね。結婚がすぐでしたけどね、結婚して子供を産んでからこっちようこの人息取ってじゃねえ言うて町のお医者さんがね往診するのにうちの家のとこ通るのにね、まあこの人よう息取ってまだ息取ってと思って、私はいつも思いよったですって言うてのが原爆手帳をもらってお医者へ通えるようになってからその先生が話されたんですけどね。でずーっと貧血で要注意要注意でね、原爆もね本当に辛い、みんな言われるように本当地獄の底でしたけどね。原爆でまあ母言ったら孤児になったわけですよね。母が死んでね、早くから弟連れて結婚してね、本当苦労のどん底でしたね。今思ったらまあそれが良かったですけどね、ちょっと強い行き過ぎたような気がしますけどね。意地と両方で本当やってきましたがね。いろいろ本当はこういうふうになるはずじゃなかったっていう、原爆でやっぱり人生が変わったと。それは変わりましたね。原爆でいうしに戦争でね、戦争がなかったら私もちょっと他の道進みたかったんですけどね、その道に進めん、今度原爆で親を早く亡くして、いよいよ思った道は進めんだったですねやっぱり心残りです。はい、それはありますけども、いいねと思ってますけど、後ろを向いずに前を向いていこういう気持ちでおりますけどね。後世の人に、若い人たちにこれから語り伝えたいこと、おっしゃりたいことが今。そうですね、平和を一番みんなが大事に思ってほしいと思いますね。不平不満やらね、なんやかんやみんな言うけどね、平和があっての話と思って思うんですよね。ほいで私の母もそうですけどね、原爆で死んだ人は命に出ないようにね、今日の平和があるっていうのは原爆で死んだ人のおかげじゃないかと思うんですよね。それで戦争が済んだいうことですからね。で平和公園来られたらああいうことがあったんだいうことをちょっと思い出してもらいたい。平和いうことを本当みんなかみしめて生きていってほしいなと思いますね。